はい、最初にですねご紹介するのはこちらの手帳になります。これはですねノルティというメーカーのティオシリーズの手帳になります。はい、この手帳はですねすんごく便利で、まずカバーと中身の手帳とノートが自由にカスタマイズできる手帳になっています。で、手帳ってここのページがもっと多かったらなとか、逆にこのページはもう少し少なかったらいいなっていう場面が出てくると思うんですけれども、これはですねいろんな種類のタイプから好きな手帳とノートを組み合わせるということができます。で、本当はですねシステム手帳を買おうかなって思っていたんですけれども、まずカバーがすごい高かったりとかして、で気に入るデザインもあんまりなくてっていうのがあったんですよね。でこれはですねカバーもすごく上質な質感なんですけれども、2000円台で買えたのですごく魅力的でした。で手帳カバーですねいろいろ探し回っていたんですけれども、この値段でこの機能性を兼ね備えたものがなかなかなかったのですごいなっていうふうに思いました。で開くとこんな感じでマグネット式になっていますので、開閉もすごくストレスフリーに、はい、開け閉めすることができます。で中にはポケットもついています。で手帳はですね2週間ブロックタイプというものを選びました。これだと1日のトゥードゥとか、あとちょっとした、日記みたいな感じで一言書くスペースがありますし、なんといっても一目で2週間の予定を全部俯瞰できるっていうところがすごく使い勝手がいいなと思いました。でノートはですねページ数も2パターンから選べるようになっていまして、厚いタイプと薄いタイプ2つの種類が、選べる形になっています。で私はですね持ち運ぶ時にも軽い方がいいのかなと思ったので、薄いタイプライトタイプという薄いタイプにしました。で私はですね最近ジャーナリングを始めましたので、毎日このノートでジャーナリングをしています。あとはですねちょっとおまけになるんですけれども、すごく可愛いペンを、購入しましたので、これをつけて毎日ジャーナリングをするのがすごく楽しみになっています。次はですねルームフレグランスのご紹介になります。以前ですね鎌倉ブログでもご紹介をしました塩素の手作りルームフレグランスになっています。これはですね本当に買ってよかったな、作ってよかったなっていうふうに思っています。で塩素というお店は、私がすごく大好きなオサジというスキンケアブランドが運営しているレストランと調香体験ができるお店になっておりまして、で、このお店のいいところっていうのが、まず店内が本当に素敵ですし、あとはですね何より自分の好きな香りを作れる調香体験っていうのが本当に作る過程もすごく楽しいですし、鎌倉を訪れたらぜひとも体験してほしいなっていうふうに思います。でしかもですねこの手作りルームフレグランスのいいところっていうのが、自分の作った香りがナンバリングされていますので、仮にですねこれを全部使い切ってしまったとしても、お店に番号を伝えるだけで同じ香りのものを作ってもらえるっていうところがすごくいいなと思いました。で自分がですね本当に好きな香りに、お店で出会うのってすごく難しいことだと思いますし、自分で一から作れるっていうのがすごくいいなと思いました。あとは本当に好きな香りをまとっていると、その瞬間が幸せな気持ちになりますよね。私は寝る前に必ず使っているんですが、以前より安眠できるようになったなっていうふうに思っています。次はですね Amazon で購入したアトマイザーになります。で先ほどですねご紹介したおさじで購入したオートパルファムがあるんですけれども、ちょっとですね容量が大きいので持ち歩くには結構大変だったんですよね。でそんな時に Amazon で見つけたのがこのアトマイザーになっていまして、で以前ですね What's in my bag でも紹介したんですけれども、詰め替え方もすごく簡単ですし、何よりですねこの高級感のあるデザインがとても気に入っています。はい、お次はフットウォーマーのご紹介になります。
これはですね、私の中でも革命的に買ってよかったなっていうふうに思っているものになります。こちらがですね、ポッケにバッテリーが内蔵されておりまして、電源をつけるとあったかくなるっていうタイプになっています。で、布団とかこたつにいるともうここから出たくないなっていう風にダラダラしがちになってしまうかと思うんですけれども、こちらだったらどこでも足が温かい状態のままですし、何よりデザインもすごい可愛いなと思って買いました。で、ボタンが3段階になってまして、温度調節ができるのも便利なところかなというふうに思います。で、一番低い設定にすれば結構時間も持ってくれますので、頻繁に充電する必要がないところも使い勝手がいいなと思いました。次はですね、ティーポットウォーマーのご紹介になります。私はですね、おうち時間を過ごす時に必ず飲み物を用意するんですけれども、あったかい飲み物をせっかくティーポットで用意しても結構すぐ冷たくなってしまっていたんですよね。で、そんな時に見つけたのがこちらのティーポットウォーマーになります。はい。で、結構ですね、コンセント式のものとかもあったんですけれども、こちらのいいところはろうそくタイプになっているので、電源がないところでも自由に使えるっていうところと、あとは視覚的なものなんですけれども、ろうそくの火がゆらゆらと揺らめいているところを見るとすごく癒されるので、リラックス効果もあってとっても気に入っています。次はですね、ハーブティーのご紹介になります。最近ですね、本当に寒さが厳しくなったからかお腹の調子がすごく悪くって、で、普段ですね飲んでいた紅茶も、カフェインが入っているからなのかあんまり体に合わなくなってしまったんですよね。で、ハーブ専門店のエンハーブというお店があるんですけれども、首都圏にはですね店舗がたくさんあるみたいなんですが、自分の地元にはちょっとお店がなかったみたいで、調べたらですね Amazon に公式店舗があったので、もしお店に買いに行けないよという方は概要欄にリンクを貼りましたので、よかったら見てみてください。で、お店でですね店員さんにちょっとお腹の調子が悪いんですっていう風に言っておすすめしてもらったのがこちらのハーブティーになります。このハーブティーの中にはカモミールが入っているそうで、このカモミールに消化促進効果っていうのがありまして、でこれで胃腸の調子を整えて消化を助けてくれるんだそうです。で、最近ですね毎日飲むようにしているんですけれども、本当にお腹の調子が良くなったなっていうふうに思っています。はい、お次はですね頭皮ブラシになります。で、何年も前からですね頭皮ブラシっていいよっていう風に聞いてはいたんですけど、わざわざ買うのもなと思って今まで買ってこなかったんですよね。ただですね、一度試してみるとこれがすごい気持ちよくて、今まで動いてなかったであろう頭皮っていうのが動く感覚っていうのがすごく楽しいんですよね。はい。で、数あるブラシの中でも特にこの頭皮ブラシのいいところっていうのが、まず小ぶりで可愛いデザインであるっていうことと、あとはですね専用の吊るせる S 字フックがついていますので、お風呂場でもタオル掛けのところにこうやって引っ掛けておけるっていうのがとても使い勝手がいいなと思いました。あとはですね、シリコンで柔らかくマッサージができるっていうところと、何よりですねアンチエイジングですね、顔のたるみ予防にもすごい効いているような気がして、で今後ですね1個だけではなくて2個同時に使えるように、二刀流で使えるようにもう一つ買おうかなっていうふうに思っています。お次はですね2024年のベスコスならぬ、ここ数年で本当に一番買ってよかったなっていうふうに思ったマスカラをご紹介したいと思います。で、こちらのですねセザンヌのマスカラになるんですけれども、とにかくダマにならないっていうのが本当に感動的でして、で下まつげにもすっごく綺麗についてくれますし、あとはカールキープ力もありまして、で何よりですねお湯で簡単にオフできるっていう本当に理想的なマスカラだなっていうふうに思います。でお値段もですねプチプラですし、あとは Amazon とかドラッグストアでも手軽に購入できるっていうところも本当に買ってよかったなっていうふうに思っています。次はリップのご紹介になります。
でこちらのですねオペラのリップになるんですけれども、シアーマットタイプと言いまして、マットな質感なんですけれどもマットすぎないっていうですね、ちょうどいいシアーマットのティントリップっていう形になっております。でですね、あえて完璧なマットではなくて、もう透けるように色づいてくれるので、どんなシーンでも浮くことなく使うことができます。さらにですね、保湿膜というですね、唇にフィットする独自処方がされているそうで、シワも気にならないですし、長時間綺麗な状態をキープしてくれます。あとはですね、サイズ感もすごくコンパクトで持ち運びもしやすいですし、1本持っているだけですごく活躍してくれるリップになるかなというふうに思います。次はですね、トラベル編のベストバイをご紹介したいと思います。今年はですね、2回海外旅行に行きましたので、その中でも特に買ってよかったなと思ったアイテムをご紹介したいなと思います。まずはヘアアイロンになります。実はですね、今回の海外旅行でちょっとアイロンにまつわる失敗をしてしまいまして、いつもですね使ってるアイロンを普通に使えるかなと思って持って行ったんですけれども、コンセントの穴に挿すまでは全然問題なかったんですが、電圧の関係で電源が全然オンにならなくて使えなかったっていう事件がありました。でせっかくの海外で、写真もたくさん撮る予定だったのにヘアアイロンが全然使えなかったので本当に悲しかったっていうのがあって、2回目の海外旅行ではその失敗を生かして海外で使えるコードレスのヘアアイロンを購入しました。でこのアイロンのいいところはですね、まず電池が外せますので機内持ち込みができるというところですね。あとはですね、5000円以下で買えたんですけれども、デザインがこんな感じですごくスタイリッシュなところもいいポイントかなというふうに思いました。それとですね、サイズがコンパクトではあるんですけれども、あまりにも小さすぎるとやっぱり使いづらいっていうところがあるので、小さすぎないというところもいいかなと思いましたし、あとは温度も200度までしっかり上がるのでアイロンがちゃんとできるというところもいいポイントかなというふうに思いました。はい。で海外旅行に限らずですね、持ち運びがすごくしやすいので国内旅行でもたくさん使いたいなというふうに思っています。次はですね、こちらの薄い物体になります。これは何だかわかりますかね。これはですね、スーツケースやお財布に入れておくことができる紛失防止カードになっています。でこのアイテムのいいところは何といってもカードタイプですので、かさばらずにお財布とかにも入れることができるというところがいいポイントかなというふうに思います。で海外旅行ですと、ロストバゲージがやっぱり怖いかなというふうに思うんですけれども、これをですねスーツケースに入れておけばスーツケースのありかを突き止めるっていうことができます。でさらにですね、これは全然海外旅行とはまた違った用途になるんですけれども、私の妹は登山などによく行く旦那さんが山で遭難していないかっていう確認ができるように、GPS 的な要素で持たせているっていうふうに言っていました。これのおかげで旅の不安が解消されましたので、買ってよかったなというふうに思っています。お次はですね、マーナのネックピローになります。これのいいところはですね、まずおしゃれで可愛いデザインと、あとコンパクトなところ、あとはですね、何より口をつけずにフーフーするだけで短時間で膨らむっていうところもすごくいいポイントです。長期間使用するにあたってこういう感じで口をつけなくていいっていうのはすごく衛生的でいいなというふうに思いました。でですね、私はどこでも寝れないタイプの人間なんですけれども、飛行機の中ではどうにかして眠りたかったので、本当にたくさんのネックピローを調べ上げた上でこのネックピローにたどり着きました。でですね、結果的にこのネックピローのおかげでエコノミークラスでも快適に眠ることができたので、買ってよかったなっていうふうに思っています。でですね、こういった空気タイプっていうのは、低反発タイプですとか、あとビーズタイプに比べるとちょっと寝心地が劣るっていう風に言われていると思うんですけれども、空気の量で好みの硬さに調節できるっていうところは私はかえって使い勝手がいいなっていう風に思いました。あ
あとはですね、コンパクトですごい手軽なので、旅行だけではなくて、お家でのパソコン作業中だったりとか、あとは車の中とかアウトドアでも使えるようなアイテムになっています。